こんにちは、加藤です。今日の毎日スケッチはこちら、かぼちゃを用意してみました。飾りのかぼちゃなんですけれども、今日はこれを描いていこうと思います。用意した画材はこちら、ステッドラーの 4B と練りゴム。こんな感じで、だいたい原寸大くらい。今回は10センチちょっとくらいかな。横幅が10センチ少し。そして斜め上から見下ろしてだいたいこんな感じの楕円形しているんですけど、中心部分が上から下までの真ん中よりも少し上、4対6くらいでしょうか。この辺にヘタがあると。で向こう側がちょっとしか見えてなくて、こちら側がいっぱい見えている。で、この辺りを頂点にして内側にこうやって巻き込んでいるんですね。内側にギューッと入ってくる。これはトマトとかピーマンとかパプリカ、そういった果物とか、リンゴもそうなんですけど、野菜とか、ヘタに向かってギュッと集まる感じは共通していると思います。で今回はこのヘタの部分がヒュッと左上に伸びていて、このかぼちゃのエッジよりもちょっとだけ飛び出ている、こんな風に飛び出ている感じにしたいと思います。いくつかのこのボコボコ、房に分かれているんですけれども、これを見ていく上で、特徴的なところ、例えば左横のこれ結構影が強く彫りが深いというかなっているので、これをちょっと基準に見ていきましょう。これ、そして一番自分に近いこれ真ん中のこの筋、これが一つの単位として、でこれに対応するのがこの右後ろ、ちょうど対角線のような形でここにこう一つあります。でその手前はこんな感じかな。そしてこことここの間に2つ筋があります。こことここ、ここで最後ちょっと見えなくなっていく。こんな風にちょっとずつ分割していきます。私はこの対角線でここの次ここって隣同士で見ていくよりも、ここに対応する反対側はどこかな、ここに対応する反対側はどこかな、ついで、一対で手前と奥をセットにして形を見ていくと、比較的そのルールというか形の秩序みたいなものがあってきやすいと思います。であとはこの基準になるところから分割して、これとこれの間はどこに来るかなとか割っていく感じです。割り算というか、最初に割りを決めておいてその間を探っていく。そんな風に隣を探っていくとね、形が大きくなりすぎたり思いのほか小さくなりすぎたりすることがあるんですね。なので私は最初に終わりを決めて、あとはその間を割っていく割り算方式の方が形は合わせやすいと思います。はい、ざっくりと大まかな輪郭取ってみました。でこの時私どんなこと気をつけるかっていうと、こう多角形でなるべく捉えるようにしています。本当は曲線なんですけれども、なるべくこう角を、実際ここは角じゃないんですけど、こんな角度、こんな角度でこんな角度、多角形みたいな感じで捉えていくと、なんか立体感が出しやすいかなと思います。今輪郭線だけを抽出したんですが、その次にこの上の面に対してここから下の面というか側面ですね、横の面、ここが側面、ここが斜めの面。前にワイヤーフレームで形を捉えましょうっていう動画を上げたんですが、そんな風にこれをもし針金みたいなもので、なんて言うんでしょうね、こう構造を針金で作って、それに紙とか粘土で肉付けしていこうなんていう風に想定した時に、こんな風なワイヤーを張り巡らすかなっていうのを想像しながら、断面を、この切り取った時の断面を立体的に捉えるようにしていきます。はい、ざっくりこんな感じで。で今回ちょっと難しいなと思うのは、このヘタの部分、この付け根の部分でしょうか。ちょっと観察よくしていきます。ここからはねちょっと丁寧に、例えばこれ手前のこ
この盛り上がり、かぼちゃ本体盛り上がっていて、こんな風に盛り上がっていて、でここからヘタが、向こうのヘタが見えるところ、ここまではかぼちゃのこの黄色い本体で、ここから先がヘタの見えるところなんですね。ヘタの形もこの棒の部分シュッときて、最後外側にフレアというか広がってるスカートみたいな感じになっているので、このどこまでがシュッときてどこからがスカートになっているのかのこの境目をここからちょっと丁寧に探っていきます。まずこれ、このヘタがね隠れているんですね。手前のかぼちゃによって隠されているところ、これリンゴもそうです。リンゴも手前の盛り上がりでヘタの軸の部分がね隠れて見えなかったりするんですね。なのでここは丁寧に形を見ていきます。で側面はこんな風にヘタのすぐ脇まで形が集まってきます。でヘタは最初太く描いちゃいましたけど、よく見るともうちょっと細いかな、このくらい。余計なところを消しながら形を整理していきます。でヘタがねなんかねねじれてるんですよね。植物によくあるんですけど、右回りとか左回りとかつる植物とか、あとこういうヘタみたいなものがねじれるようにしてついていたりすることがよくあります。これはね向こうへ回転しながら、こういう風に回転しながら上に向かって伸びていく、そんな感じの筋を追っかけていくとね、そんな風にねじれてる感じが見て取れます。なのでこのねじれている、ぎゅっと向こうにねじれていく感じを少し意識して筋を描いていきます。で材質的にはこの筋の部分はやっぱり筋張っているだけあって、ちょっと硬くてゴツゴツしたゴツゴツっていうか、筋張った感じなんですよね。に対して本体はもうちょっとつるっと表面が滑らかな質感なので、そこは意識的に硬いものを描くときは少し鉛筆縦気味にこうやって使っています。で本体描くときは少し鉛筆寝かせて調子が柔らかくつくように、ちょっと意識的に鉛筆の角度を変えながら、質感に応じて鉛筆の使い方を変えていっています。ここが断面、切り口でね、よく見るとここの一番右奥がねじれた奥側がちょっと見えているんですね。ここから手前で、これが向こう側で、こっちは最後ねねじれて手前側が見えなくなっていく感じ、スクリューみたいになっていく感じをもうちょっとね出したいんですけど、形がちょっと狭すぎてうまく表現できているのかちょっと見えにくいとは思うんですけど、こんな風にね書いておきましょう。あと鉛筆を立てつつ、このガサガサしたその筋みたいな筋張った感じを出していきます。はい、軸の部分ある程度描けました。で次に本体を最初、多角形で見てたんですけど、ここから先はもうちょっとねタッチをこう単位を細かくして、こんな風なハッチングっていうんですけれども、線を束にした線の束で、こんな風にで単位も1センチくらいの幅で見てって、描いていってみようと思います。こんな風な線を束にしたタッチです。で描きながら最初に当たりをつけた、いらない線を消していきます。こういう周りのねいらない線を消しつつ、本体をハッチングで線をこうやって束にしたこういう
5本から10本くらいを束にしたこういう線の集積です。集まりで形を見ていきます。その際ちょっと筆圧を強くして筋をはっきり描いてみたり、もうちょっと筆圧を弱くして、線の集まり塊で調子をつけてみたり、こんな風にいろいろ筆圧の強さと、あと線の、タッチの長さ、長いタッチじゃなくて比較的短いこういう小さな調子の集まりで書いていってみます。で、なんでこんな風に小さな集まりで書いていくかっていうと、今回のこのかぼちゃ自体が少しデコボコゴツゴツしたそういう質感をしているので、その質感に合わせて短いタッチでその柚子肌とまではいかないですけど、少しこのデコボコ感がタッチによって表せたらいいなと思ってやっています。こんな風にですね、それぞれの場所ごとに短い単位で、小さな単位で捉えてみます。どうでしょう。この辺、今ね1センチくらいで始めたのが、この辺はね5ミリくらいの単位で書いています。5ミリくらいの単位で、線の数も5本から、5、6本くらい、5、6本ずつくらいですかね。5、6本ずつくらい書いています。このね表面の質感がね、よく見るとなんかこう網目みたいになってるんですよね。網目っていうとちょっと分かりにくいかな。なんて言うんだろう、本当柚子肌のようなちょっとしたデコボコが連続して表面を覆っていて、よく見るとなんか筋のようにも感じられるんですけど、なんかねルールがありそうな、このデコボコの単位にルールがありそうな感じに見えている。で、鉛筆で書くだけじゃなくて、明るいところ、書きすぎたところは後からこうやって練りゴムで、調子を、明るさを取り戻しながら白い色で描いていくような感じ。こんな風に明るい色で描いていったり、暗くしすぎたところですね。で、まだ書き足りないところはまた鉛筆で加筆加えて描いていったりで、どうしてもこう部分にとらわれてっていうか、一箇所書き始めるとそこばっかりこう見ちゃうっていう方多いと思うんですけど、この程度まで、サクッと書いたら、タッチを乗せたら、ここから少し離れて、まだ手をつけていないところ、なるべくそうじゃないところ、一箇所だけにあまり固執しないで手を加えていく方が仕上がりが良くなると思います。全体をまんべんなく見るっていう目の使い方、あと作業の仕方っていうのを、こういった、書き始めから中盤にかけて、そろそろ描写を始めようかなっていうあたり、描写を始めた頃からなるべくまんべんなく全体をいじるっていう風に、画面の進め方をちょっと意識的に自分でね、ちょっと一箇所だけにとらわれすぎてるなっていう思う人は、意識的にいろんなところをいじるようにして作業を分散させていってください。あっちいじったりこっちいじったり、まだ手をつけてないところから手をつけていくっていう感じです。こんな風にで調子を加えながら、明るさから暗さまでを最初は3段階くらい、明るいのは紙の白いところ、中間のグレー調子で、この絵の中で一番暗いのはどこでしょう。でもここの筋結構暗いかな、もしくはこの筋のこの左側色が暗く濃く見えるかな。なんだけど実は一番暗いのってこの接地面なんですよね。床に落ちている影、床に接しているところのこの暗さって、本体に、書かれている暗さ、調子なんかよりも圧倒的に強かったりするので、この接地面は早い段階でこうやってしっかりと暗い調子を
入れてあげると、置かれてるものの調子が、安定してきます。この中で完結するんじゃなくて、その本体の外側にこうはっきりとした暗い色が、接地面の床の影の色が入ることによって、本体が例えばここ少し明るく見えてきましたよね。なのでもうちょっと暗い色まで使えるようになります。本体の下側、地面に近い側、床に近い側にもうちょっとはっきりとした暗い調子が使えるようになってきます。こういった調子を入れてもあまり暗く見えない、濃く見えない。それはその一番下に接地面にこのはっきりした影の暗い調子があるおかげなんで、こういった色は早めに入れてあげた方がいいと思います。色ってトーンのことですけれども、例えばこんな感じで床にある程度調子をつけておいて本体と見比べてみましょう。はい、ちょっと見えてきたかな。少し丸っこいかな。実際よりも少し丸っこいですね。実際もう少しこう潰れた印象なんですけれども、少しなんか膨らみが、縦の長さが多いような、そんな風になっちゃいました。で、自然物描くときはそういった少しなんか縦長になったり横長になったりとか、そういったことがあっても、そんなに気にしなくていいと思います。正確な形取る練習っていうのは工業製品描くときにちょっと推し進めてもらって、自然物描くときには形の正確さよりもなんからしさ、そのモチーフのらしさみたいなものに注力した方が、ちょっと目的をですね、自然物描くときと工業製品描くときではその求める何ができるようになりたいかっていう目標をですね、変えてもいいと思います。そんな意味で私はこの毎日スケッチは、自然物だけじゃなくて工業製品だけじゃなくて、両方を交互に進めていったらいいんじゃないかっていうふうに提案している理由がまさにそこなんですね。いつも杓子定規に形状ばかり捉えていても、そのものってなかなか、迫っていくのって難しいんですよね。こんな風に今回は形はちょっと二の次、大体印象が捉えられればいいかなくらい。それよりもなんかゴツゴツした感じとか、卵を、今卵じゃないですけれども、卵を描くときに、産み落とされたばかりの卵の感じが出したいとかね、なんかそういった、作者の主観みたいなものを加えて絵にしていくような、そんな作業があってもいいと思います。はい、ざっくりとこんな感じでどうでしょうか。今日は飾りかぼちゃを描いてみました。今日の動画は以上になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。